はい、こんにちは、吉田です。やっと、お見せできるというか、なかなか進まず申し訳ない感じなんですけど、GFX100S の動画の話ですね。お借りして試した時に動画も撮らせていただきました。で、基本的には、この動画のスペックがやっぱすごくて、2時間まで撮れるっていうのと、4K でも当然撮れるっていうところで、正直言ってもう、中盤ミラーレスと言ってももう他のフルサイズとか APS-C のミラーレスと同じようなところにもう肩を並べてきているんですよね、このスペック的には。もうそれがね、何より素晴らしいというか、すごいことだなと個人的には思ってます。で、先日サンプルをお見せした中では、基本的にはそのラット、富士が提供している4種類のラットと、手ブレ補正、あとローリングシャッター歪みのところを基本的にちょっと様子をお見せした感じなんですけど、あとはその時に撮った他のクリップをつなげて、ちょっとお見せしている部分ですね、っていう感じですけど、何がすごいってラットがいいのはもちろんで、手ブレ補正もボディ内手ブレ補正なんですよね。ボディ内手ブレ補正がついてますと。で、基本的にセンサーが大きいじゃないですか。センサーが大きいのに、ボディ内手ブレ補正をやるって、これ大変なんですよね、単純に。大きいものを精度よく動かすっていうのがものすごく大変な話で、この機種でそれをやってきたっていうことがもうまずすごいなっていうことをもうやってるだけですごいですよ。で、実際に、手持ちで止まった状態で、撮ってたら基本もちろん自分がぶらさないようには気をつけてるんですよ。気をつけてるんだけど、その気をつけながらやった結果の、撮影状態としてはもう全然もう問題ないですよね。ステディの絵として止めの絵として見られるぐらいまで、基本的に手ぶれが抑えられてるっていう状態で、もうそれがすごいなっていう感じですよね。で、ただちょっと気をつけた方がいいのかなと思うのは、ちょっと歩きながら撮った時にはなんというかやっぱり動かしてるものが重いからしょうがないのかなっていう感じなんですけど、歩いてると自分も動きますよね。で、カメラをやっぱりあれ手持ちで押さえてるんですけど、手持ちで押さえた状態でやっぱり歩いちゃうと、その歩き方でどうしても足をついた時のコツンっていうような細かい揺れと、一歩進む時の、大きい揺れが、混ざってくるんですよね、ある程度ね。大きい揺れの最後に細かいのが来てとかっていうようなところにもなるので、そういう時にちょっとね揺れの癖があるかなっていう気がしました。どういう揺れの癖かっていうと、ちょっとカツって言ってコツコツコツっていうような当たるような感じの、手ブレ補正の動作遅れっていうほどではないんですけど、動作遅れっていうのはそんなに気にならない感じなんですけど、要するにその揺れに対してどうしても追っついてないっていうようなね、遅れっていうのは。っていうのはあんまり気にならないっていう感じなんですけど、その動き方が、滑らかじゃない。もしかしたら自分のその歩き方的にもう揺れがその手ブレ補正の、動作範囲を超えてたのかもしれないですけど、それによってその動作のエンドに当たってゴツって戻るようなことになってたのかもしれないですけど、ちょっと滑らかじゃないなっていうのは思いました。だから、歩きながら撮るような時はジンバル乗せた方がいいような気がしますね。スタビライザーを使って撮るっていうのが、基本前提にはなるのかなという気がします。
ただボディがまあ大きいのでね、スタビライザー使うのもどれぐらいできるかな。まあまあ、基本的にデジタル一眼フルサイズのやつ、一眼レフと同じぐらいのサイズ感なんで乗るのは乗ると思いますけど、基本的にはまあ問題ない、まあジンバル乗せちゃえば問題ないのかなっていう感じがします。だからまあジンバル乗せて、手ブレ補正はオンにして、ボディ内手ブレ補正オンにしてっていうところが、歩きながら撮るときは使い方になりますかねっていう、そういう意味ではなんというか、まあそのいわゆる YouTube 的なというか、本当に一人とかで歩きながら撮るっていうようなところではちょっとまあしんどいのはしんどいかなと思います。ただすごくいいのは中盤で広角が活かせるので、あんまりトリミング確かされないんですよね。なので割とワイドが生きるので、絞り込んだら中盤特有の、中盤って言ってもまあ4433のセンサーなので、いわゆるブロニー版とはまあ違いますけど、まあ多少ボケはしやすいんで、被写界深度は浅いので、そういう意味で、ワイドが生きるのはすごくいいかなと思います。で、逆に望遠の時、ちょっと長めの焦点距離を使った時には、逆にその中盤っぽい絵、少しボケやすい絵っていうのが逆に生きるなっていうところで、動画的にも新しいところを見せてくれてる気がしますよ。ワイドが活かせる、トリミングがあんまりされないっていうのはっていうところ。それで手ブレ補正が効くっていうところで、もうかなりですね、このカメラの動画性能、動画機能としてはかなり押し上げられてると思いますね。はい。で、次にローリングシャッターなんですけど、車道を横から、まあ、見ながら、奥の方と、まあ、手前の方と移動する車を撮ったやつがありますけど、基本的にですね、結構距離が離れてればそんなに目立たなかったですね。で、やっぱり手前側の車線を走ってるやつは、やっぱりちょっと歪む感じがありました。でも、まあ、あれも、まあ、なんていうか、ビデオカメラとか、まあ、一眼レフカメラ、一眼ミラーレスの、まあ、今まであった機種のローリングシャッターとして見たら、まあ、標準的というか、まあ、これぐらいは出ちゃうかなっていうようなところに収まってるかなっていうところで、逆に言えば、あれぐらいはっきりわかるんであれば、あの条件は避けた方がいいんだなっていうことになって、他の機材を使うとかですね、そういう条件のシーンは避けるとか、逆に方法論が見つかるので、なんというか全然困らないですよね。で、今はもうそれこそそういう条件を、あのカメラを使う時にはそういう条件を避けるっていう意識ができれば、基本的には、それに対応したというか、もうちょっと読み出し速度を上げて、歪み出にくくしましたというカメラはあるので、そっちを使うとか、そういう方法をする方が、まあなんというか建設的かなっていう気がします。やっぱりその中盤はどっちかっていうとやっぱり、動画っていうよりも、まあ、写真を軸に置くカメラではあると思うんですね。動画で中盤じゃなきゃいけないシーンっていうのはそんなにないのかなって思います。で、じゃあこれからもっとでかい解像度の映像が必要になった時にっていうこともあるかもしれないですけど、ただ、4000万画素あれば 8K が撮れるでしょ。で、8K が撮れるっていうことは、じゃあその次の 16K っていうのは今度 8K が4枚になるわけですよね。そうなってくると3300万画素が4枚っていうようなことになってくると、まあ短編6000とか7000とかっ
っていう画素数が必要になるっていうところまでいくと、その1億画素っていうところが視野に入ってくるのかなっていう感じはしますけど、じゃあ 16K を一つのカメラで撮るのかっていうと、それが要求されるのは少なくとも1台の民生用カメラとしてはもうちょっと先でしょうっていうところもあるので、そんなにいらないんじゃない。だから逆に言うと、なんというか今の動画性能で十分、個人的には十分って思ってます。はい。なのでですね、すごく贅沢なカメラだなと思います。あのカメラが。もう中盤センサー乗ってて、静止画の画質が良くて、で動画でも使い物になるっていうのは、もう正直言うとオールマイティだから、今度他のメーカーが出すフルサイズのプロ機はこのスペックは超えてないとダメなんですよ。これは何を対象にして言ってるかって言ったらお分かりですよね。ニコンの Z9 とキヤノンの EOS R1 出るのか分かんないですけど、 R3 はもう 4K までつっちゃってますからね。だから4000万画素のセンサー乗らないんでしょうっていうふうに考えたらですよ、 GFX100S はなんというか、カメラにかける出費する支出するお金と、それに対して得られる性能の、少なくとも数値的に分かる性能のもうベンチマークに一つなってるって言っていいんじゃないかなっていう気がします。そういう観点からはものすごく強いカメラですよ GFX100S っていうカメラは。実はあんまり注目されてないかもしれないですけど、だってあそこに満たない性能で、仮に動画があれと同等ができない性能であれより値段高くつけてきたら、フルサイズのカメラはだって中盤だもん。いい絵に、絵だけの話で言えばよ、勝てないんですよ。絵だけの話で言えばっていうのはなんでかっていうと、別の領域でスピードっていうのが求められるところもあるからです。写真には。要するに、スポーツとか、乗り物とか、例えば特に動物とか、こういうところは、カメラのスピード、レスポンスっていうところも含めたスピードっていうのが大事になってくるので、そうすると、必ずしも中盤じゃできないっていう撮影がやっぱり出てくるというか、スポーツなんかは特に中盤を使うって選択肢が基本ないはずなんですよね。あんまりないと思うんですよ。そうなってきた時に、やっぱりフルサイズの、プロ機っていうところの存在感っていうのは出てくるんですけど、逆に言うとそこに一気に絞ってプロ機がこれ以降存続できるかって言ったら多分できないんですよ。ボリューム的に、ユーザーのボリューム的に。だとしたら、ある程度受け入れてもらいやすいスペックになってないといけないっていうところで、GFX100S の動画性能はある意味フルサイズのプロ機に対しての挑戦というか、フルサイズのプロ機にとってはある種のベンチマークになるものなんじゃないかなという気がします。はい。で個人的に、この後の富士フイルムに期待したいことは、動画の記録時間が2時間になった APS-C ボディ。多分これもそう遠くないうちに出るんじゃないでしょうかね。だからそれが XT5 になるのか XH2 になるのか分かんないですけど、逆に言うとその2機種、それらの名前が出てくる時には動画の記録時間が伸びるっていうところが
入ってくるんじゃないのかなっていう気がしますね。うん、それができるとね、ものすごいですよ。だって30分制限がなくなると、変な話、まあ私もやったことがありますけど、長時間のイベント撮影とか、例えば対談とか、それを録画で回せるんですよ。対談、トークショー、インタビューみたいなものを、そういうのって大体人に話聞いてると1時間ぐらい経っちゃいますんで、それ1時間カットしないで回せるんですよ。しかもスチールもいいでしょ。スチールも撮れちゃうカメラで1時間回せちゃうんですよ。カードだけ用意すれば。ログで。いやもう、それが欲しいです。早く。そっちの方が欲しい。だからね、そういう意味でね、もう可能性しか見せてくれないんですよ。GFX100S は。だからもうなんというかですね、もう本当に、あれを超えるカメラ、なかなか作れないかもしれないですよね。だってもう、高画素だけじゃない、画質、それに加えての動画性能。なんか富士フイルムさんとしての、カメラ、スチールカメラとか、ミラーレスカメラで考えてる将来をなんか見せてくれたんじゃないかなと、個人的には感じました。使っていて。で、そうあってほしいし、そういうカメラが出てきてほしいなと思ってます。はい。そんなですね、富士フイルムさんの将来に期待して、この GFX100S の、紹介シリーズは、一旦終わりにしたいかなと思います。この後、また GFX100S 使って、レンタルメニューに載ってるのかな。載ってるんだったら、あれですね、フラッシュ、ストロボ同調、フラッシュの同調をやってみたいですね。で、うちにあるライティングでできると非常にいいんですが、プロフォトの、富士フイルム用のコマンダーを買わないとダメですね。というところで、そこですね。もうそれやるときには事実上 GFX100S 買う気持ちになってるっていうことですけどね。まあね。っていうような風に今のところ私は思っております。はい。XT5 もしくは XH2 も出てきたら嬉しいですね。本当に長時間の撮影ができるのは本当に楽です。30分の足かせがなくなるっていうのは本当にいい。はい。そんなことを期待しながらちょっとこの動画は終わりにさせていただきたいと思います。はい。それではどうもありがとうございました。失礼します。